次に出てくるのはある食べ物の消費量ランキング。関西人がたくさん食べているものって何？だって正解はパン。トップ10に7都市がランクイン。やっぱ近畿圏が圧倒的。あ、そうなん。関西人はパンが大好きなのだ。今回のリーダーはそんな関西のパンメーカー神戸屋6代目社長桐山真。パンってもう生き物なんですよね。創業一族の6代目。35歳で社長になりたいと直訴。僕自身の手でこれからの神戸屋を舵取りしていきたい。僕を社長にしてもらえませんか？関西人なら誰もが知るサンミーを売却。新プロジェクトの製造ラインにカメラが入った。作っていたのはカッチカチのパン。キーワードはかもしれない。世界レベルの職人技に世界に一つだけのパンも登場。若き社長の経営大改革に迫る。関西リーダー列伝キーパーソンの成功秘話。さあ始まりました関西リーダー列伝です。早速今回のリーダーにご登場いただきましょう。神戸屋の桐山真社長です。どうぞお入りください。どうぞどうぞよろしくお願いします。ご丁寧にどうぞお座りくださいませ。いや今おいくつでいらっしゃいますか？まあ実は37ですね。37ですよ。息子の世代と言っても過言ではないですよね。あ、そうだ。今何代目でいらっしゃいますか？一応社長としては6代目になります。そうですか。創業結構ということでいらっしゃいますよね。パンは当然お好きでいらして。そうですね。ここで嫌いとは言えないと思いますけど、パンは大好きでございます。はい。あ、そうです。はい。例えばいろんなジャンルのパンありますけども、どういった系のパンがお好きなんですか？私はシンプルないわゆる食事パンとまさにここにあるようなものなんですけれども、食事と一緒に食べさせていただけるようなこういったパンが好きですね。はい。朝食なんかパンですか？朝食パンを食べることが多いですね。そうですか。ちなみにご飯白米は食べられますか？言いにくいんですけれども、めちゃくちゃ好きで。いいんですよ。だって日本人なんですから。そうなんですよ。そうですか。いや円岡さんもちろん神戸屋さんご存知でしょうけど、どういった認識ですか？やっぱ神戸にあって、それから僕らよく食べました三味なんかはね、よく食べてましたけどね。その三味って僕知らないんですよ。知らないんですよ。むちゃくちゃうまいですよ。コーヒー牛乳と一緒に食べたらむちゃくちゃうまいですわ。それはもうじゃあ大阪の方はもうみんなご存知？みんな知ってるんじゃん。石川さんは東京の方ですよね。はい、私パッケージは阪神タイガースとちょっと似てるので知ってたんです。しましまなんですね。はい、知ってたんですけども、サンミーっていう名前は夫から聞いて、夫が関西人なので初めて知りましたし、まさか神戸屋さんのものだっていうのは全く発想になかったです。はい。でも今は神戸屋ではないということなんですよね。さっきちらっと言ってたけど権利をなんかもう売っちゃったというか。売ったんですか？はい、ああいった三味を中心とした包装パンを製造および販売する事業っていうのを我々持っていたんですけれども、袋パンってやつですね。はい、そうです。そちらを事業として譲渡したっていうのが今年行った。僕で言うたらもう飛んでの権利を売ったようなもんです。もう何も残れへん。何も残れ。もう最後の手段やもんもう。でも決して会社の足を引っ張っていた部門ではないんですよね。そういったわけではございません。なんですって。どういうことやろうね。また後ほど詳しくねお伺いしたいと思うんですけども、神戸屋さんって今おっしゃってますけど、神戸にあるというふうに思う。いやみんなそう思ってるんちゃいます？ルーツは神戸だと思ったんですが違うんですって。違うんです。うわ、ちょっとそのあたり分からへんわ。大阪にあるのになぜ神戸屋なのか、そして三味はなぜ今は神戸屋では作られていないのかと謎を紐解いてまいりましょう。さあ神戸屋100年の歴史、そして新社長の大決断にジャストミートや。本社があるのは大阪なのに神戸屋と名乗る理由はその歴史に隠されていた。1918年神戸屋は
桐山正太郎が創業した。創業前、正太郎は神戸のパン屋に勤めていた。神戸港の開港からいち早く外国の文化が入ってきた神戸は、外国人居留地があり、ベーカリーも数多くあるパンの町だった。おう、今日の出来はどうや？バッチリや。この神戸の美味しいパンを舌の肥えた大阪の人々にも食べてもらいたい。1918年、正太郎は社名に神戸の地名を付けた神戸屋を大阪出入り橋に創業した。正太郎は行商として大阪市内の食堂やホテルに食パンを販売した。この神戸で作ったパンどうですか？うまい。やっぱりパンは神戸でっしゃろ。確かにパンは神戸や。うちで仕入れさせてもらいますわ。ありがとうございます。評判が評判を呼び、大阪の神戸屋は大成功。その後、多くの日本初のアイデアで発展を遂げていく。1928年、イースト菌を使った製パン方法に日本で初めて成功。翌年には高速ミキサーを取り入れ、積極的に機械化を進めた。1939年には日本の大手企業で初めてパンを包装して販売した。そして1970年、大阪万博では一風変わった施設を出展。それが空中ビュッフェ。高い塔をおよそ20分かけてゴンドラが一巡、中ではサンドイッチが食べられた。あれが動くんです、上下に。そうですね、はい、1975年にはレストラン事業をスタートした。今回のリーダー桐山慎が生まれたのは1986年。学生時代はサッカーに熱中したが活発な子ではなかったという。本当に一言で言うと多分のろまな子供だったかなと思うんですよね。友達の後ろ頑張ってついてってたなっていうような印象ですね。ただいま。あ、おかえり。お腹すいた。ご飯まで待たれへんわ。もうできるから我慢し。そやそや。食べ放題だろうか。食べ放題な。帰宅した際はご飯まで我慢できず、母親に隠れて神戸屋のパンを食べていた。さらに神戸屋レストランに食事に行った時、お父さん、あれ芸能人と違う？ほんまや。食べに来てくれはるんやな。お父さんはすごいな。芸能人も食べに来るパンやレストランを作ってるんや。幼いながらにこういう人たちがうちの父親の経営してるレストランには来るんだっていうのをある種誇りに感じたのと、それだけ魅力的なものを提供してるんだなっていうのはその時実感した記憶があります。そして大学生の頃、シンは将来神戸屋の社長やな。ええなあ、就活生でええやろ。羨ましいわ。違う。会社は会社。俺は俺や。創業家であるということで神戸屋を自分のアイデンティティの一部と捉えられることに違和感を覚えていた。そこで神戸屋ではなく通信事業などの企業有線に就職。会社は会社っていう考えと自分は自分っていうのをもう線を引いていた。若気の至りでもあるかもしれないんですけど、なんかこう敷かれたレールの上を走っていくっていうことにあまり納得感がなくって、どうしてもこう自分で切り開いていくことがかっこいいみたいなのって、私はやっぱそれが結構強かったんじゃないかなっていうふうに思ってます。社会経験を積むほど神戸屋という会社を当時の規模まで成長させた親族に対して尊敬の気持ちが強くなっていったという。そんなある日、
珍しく父健一から食事の誘いがあった。俺が神戸屋に入社した時はな、健一は入社した当時のことを唐突に話し出した。親父、何かいつもと違うぞ。実はな、おじいちゃんがお前に神戸屋に入社してほしいと強く願ってる。神戸屋に入社するという意識自体はやっぱりそのタイミングで芽生えたっていうのがあります。自分のキャリアアップ、ステップアップだなっていうのを考えてた時に父からもそういう入社の話をいただいた。2012年神戸屋に入社。初めは店舗や製造現場で勤務していた。そして2017年には父の勧めもあり、食品産業に特化した経営学を学ぶためにアメリカコーネル大学に留学。真の家業って何なの？パン屋なんだよ。パンってスーパーで売られるような安い袋パンを作る薄利多売のビジネスでしょ？経営として魅力あるの？スーパーに行って感じるんですけど、もう本当一消費財としてもうスーパーには並んでます。量と日持ち、もうこれが価値の源泉であるっていうようなぐらいの品揃えになってて、日本もこうなってしまうんじゃないかっていう危機感を感じたのと、じゃパンというプロダクトで価値を高めていくことの難しさっていうのはすごい感じた記憶があります。アメリカでパンのビジネスってそんな印象なのか。神戸屋はこの先どうするべきなんや。抜本的な経営改革の必要性を感じ、社内から猛反発を受けてもおかしくない衝撃的な決断をする。僕を社長にしてもらえませんか？この後、三味売却の謎が解き明かされる。アメリカに留学した神戸屋6代目桐山真。日本のパン業界に危機感を抱いたという。神戸屋はこの先どうするべきなんや。真が下した衝撃的な決断、それは社長、袋パンを軸とした卸売事業を分社化して売却しませんか？うちの売り上げの6割以上を占めてる、ちゃんと黒字を出してる主力事業やで。しかし袋パンは今や過当競争。うちは売上高で見れば業界4番手ですが、シェアで見たらたった数%です。それぞれの事業が生き残っていくには今手を打つべきです。100年前、桐山正太郎は美味しい神戸のパンをみんなに食べてもらいたくて神戸屋を作ったはずです。次の100年を見据えた時、今の事業で優位性を出すのは難しいです。今をやり過ごせばいいのではなく、長期的な視点で未来のパン業界を盛り上げていきたいんです。確かにお前の言う通りかもしれん。なんと祖業であり現状黒字の事業を手放す提案をしたのだ。そして包装パン事業を分社化し株式譲渡する計画を経営陣の中だけで進めていく。2021年、今進めている計画ですが、僕は第2の創業やと思っています。その通りや。できれば僕自身の手でこれからの神戸屋を舵取りしていきたい。僕を社長にしてもらえませんか？そうきたか。いや、そうきたか。任せる。私を上手に使い利用しなさい。ありがとうございます。見事やり遂げてみせます。いや、ある意味覚悟を決めたんじゃないかなと思いますね。はい、やっぱ
ぱり自分の息子とはいえ他の人間に任せるっていうのは結構勇気のいることだなと私は思ってて、決断いただいた父には感謝してるというか、さすがだなって思うところもありますね。はい。今の我々が当たり前だと思ってることをより良くしていくっていうふうに、やっぱ変えていかなきゃいけなくって、その動きを我々神戸屋が、率先して取っていくっていうことを、していきたいなと思ってますし、そういうリードする会社であるっていうのを世の中からも認めてもらえるような存在に神戸屋自身がなってほしいなというふうに思ってますんで。まずは、神戸屋は、神戸でできたわけじゃなくて神戸の味を大阪の皆さんに届けようってことでできたわけなんですね。そうですね。それってあれじゃないですか、産地偽装になる社長どうなんですかこれ。しっかりと許可を取って6代目とおっしゃいましたけど、後継ぎの方ってやっぱりプレッシャーがあると思うのに、お父様に自らねやらせてくださいっていう。普通お父さんからそろそろお前やってくれないかって言われるのは筋ですよね。やらせてくださいって言ってもちょっとまだちょっと早いよとかいうような全部飲み込んでますもんね。そう、お父さんの懐の深さというか、度量の広さっていうんですかね。なぜ袋パン事業を売却したのか。この計画を立案しだしたっていうのはまさにコロナが始まりかけてたところだったんです。でそこでやはり、先ほど留学のエピソードもありましたけれども、大きかったのが今後世の中が大きく変わった時に会社はどういう体制を持っておかなきゃいけないんだっていうことを一生懸命考えた結果、ああいった決断をしたっていうところに。でもやっぱりその袋パンをなくすという大英断、まだ僕ちょっと理解すっとは来ないよね。それが正しかったのかどうかっていうのはまだまだこれから先にならないと分かんないですよね。そういうことですよ。他の企業とかジャンル見まして、ここまでなんか主力部門を切り捨てるって言い方変だな、譲渡するって言って例ってあります？今割と多いのがいわゆる電化製品の業界でパソコンとかテレビとか、あと白物家電もそうですけど、今までそれが主力だったのにそれ海外に譲渡しちゃうんだとか手放しちゃうんだっていうのは結構あるんですよね。企業さんはそこの決断を今やっぱり迫られてるっていうのがあるんですけど、なかなか老舗のね企業さんはそこを決断できないんですよね。そうか。ご自身で第2の創業って言っちゃいましたからね。言ってしまいましたね。そうなんですか。その周辺の皆さん、社員の皆さん、その第2の創業という意識は強く持ってついてきてくださってます？私はついてきていただいてるなというふうに思ってはいますが、それを実感していくのはやっぱり結果が出てこないと、出てきてからかなというふうに思ってますので、それをやっぱり具現化していくっていうのが私の仕事かなというふうに思ってます。よくね、そういった第2の創業とか、よしリスタートだっていうと、多分その会社のロゴを変えたりね、社名を変えたり、急にカタカナになったりっていうことはありますけども、そういうことは考えてらっしゃらないんですか？まだ特には公表はしてませんが、そうですね。考えてどんどん尻尾出してください。よし、もうちょっと引っ張り出しちゃう。絶対考えてますよ。多分ローマ字表記にするんじゃないかな。どうだろうね。まだ確定したことは何もないので。楽しみですねこれね。一度は食べたい名物パン、そのお味は？うまい。ありがとうございます。うまい。40年以上変わらぬ製造工程で神戸屋の名物として知られるフッツェルブロート。その製造は2種類の生地を作ることから始まる。1つ目はパンの外側に使われる皮のような生地。もう一つは企業秘密だという内側の生地。この生地にチェリーやリンゴなど5種類のドライフルーツとくるみをふんだんに入れて練り込んでいく。目を離してしまうとどうしても混ぜすぎたりするんで、ちぎりながら今から手で。中の様子を目で確認。この混ぜる工程が食感を左右する重要な作業だという。次は外側の生地。練り上げてから60分ほど発酵させて長方形に伸ばしていく。
この上に先ほど混ぜた生地をのせて四隅を折りたたみ包んだらオーブンへ。他のパンと比べ40度ほど低い170度で焼き上げる。ゆっくりと火を通さないとこのパンは出来上がらない。待つことおよそ1時間。気になる焼き上がりは均一な焼き目にドライフルーツがぎっしり詰まったふっくらとした形。こだわりが詰まったフッツェルブロート、スタジオで味わってみてください。こちら実は神戸屋のオリジナル商品でして、当時いわゆる伝統的なヨーロピアンブレッドっていうものを、現地で学んできた職人が、我々が関東に神戸屋レストランを出店させる際に記念商品として作った商品になります。おいしいし、ありがとうございます。うまい。ありがとうございます。これちょっとワインでもいけそうな感じですね。本当におっしゃる通りです。そうワインとかね、ビールもいいしね、なかなかいいですよ。これいいわ。このドライフルーツの量いいですね。ありがとうございます。本当これでもかっていうぐらい入れて入れましたね。これは美味しい。食べた瞬間にバーッと弾けるようなフルーツのね香りがするもんね。そうか、じゃあちょっと低めに焼くってことがこのフルーツの旨味とか甘みを残すことにつながるのかしら。あと周りが焦げないようにっていうものももちろんありますし、確かに。大変美味しくいただきました。ありがとうございます。さあ続いてはパン作りの裏側にジャストミートや。神奈川県にある神戸屋の開発拠点。この日開かれていたのは来年の新商品を検討する会議だ。参加メンバーには桐山社長の姿も。机の上にはサンドイッチやパイ、食パンなど開発中の商品が並んでいる。いや個人的にはこっちの方がチョコめっちゃ入ってくるなと思ったんですよ。なんかもうまさにチョコ食べてくださいっていう形状ですもんね。美味しい。店頭に並ぶ前には必ず社長も試食する。商品会議は長い時には4時間も続く。例えばバナナのパンではこんな感じだ。今回すごいゴロッとなんですかね、バナナが入ってるっていう感じがしたので、中は去年よりも良くなってるのかなっていう印象です。何の先入観もなしに食べたらしっとりしてて、しかもゴロッとしたバナナが入ってて、なんかこんな食感のパンもありかなぐらいの感じでいったんですけど、もし狙っててそれを狙ってたんだったらいいんですけど、狙ってないんだったらなんとかした方がいいとは思います。なんかやっぱりもう少しで、そもそもちょっとデニッシュ生地に厳しさがあるなら、多分今クロワッサン生地はずっとみんな現場で頑張って追いかけてくれてるので、なんかああいう生地にしてあげた方がなんか見栄えももっと上がるし。神戸屋では全社員の6割以上がパン製造技能士という国家資格を持っている。神戸屋の技術とアイデアが詰まったパン、早ければ来年2月には商品化されるかもしれない。この後世界に一つだけのパンがスタジオに。パンのワールドカップ日本代表が登場。世界レベルの職人技を見逃すな。世界レベルの凄技職人がパンを焼いていると聞いて訪ねたのは豊中にある神戸屋のレストラン。中に入るとフランスパンが焼き上がる場面に遭遇。神戸屋のフランスパンは2種類の小麦粉をブレンドして焼き上げるまでに6時間発酵させたものだ。他にも美味しそうなパンがたくさん並んでいる。厨房にお邪魔します。
梅谷聖吾さん、入社27年目の46歳。梅谷さんの凄技、それがこちら。飾りパンと呼ばれるこの作品、全てパンで作られているというから驚きだ。360度見渡して、どこから見ても作品として仕上がっているっていうのが今重要視されているのと、特に動きが出したいというか。神戸屋は食べるパンだけではなく、芸術的な作品、飾りパンにも力を入れている。2年に一度開催されるパン職人の世界一を競うベーカリーワールドカップ。作品の芸術性や細部に至るまでの技術、スピード、正確性などさまざまな観点で評価される。神戸屋ではこれまでに11人の社員が日本代表に選ばれ、世界一に輝いたことも。仕事の合間を縫って修行を重ねた梅谷さんは、熾烈な国内予選を勝ち抜き日本代表に。来年世界の舞台に初めて挑む。綺麗に仕事するっていうところも見られますし、あとの技術的な高さ見られますし、作品に関しては今までこんな技術使ってなかったよねってところを出していくと得点につながりやすいというか、見て楽しんでもらうっていうのが飾りパンのいいところなんで、そういうところを出せればいいのかなと思います。関西リーダー列伝オリジナルの飾りパンを作っていただきました。こちらでございます。いやーこれすごいぞ。これ全部パンで食べられる。これ残念ながら召し上がってはいただけないんです。食べられないですけどね、食べろって言われても。やっぱりそういった技術的なところにも随分と力を注いでいらっしゃるんですか。そうですね、技術って商品として作る技術パンだけではなくて、その根源には基礎だったりとか応用だったりっていうのが必要になってくると思うんですけれども、そういったものをこの大会を通していろいろ磨き上げることができるので、そういったところには積極的に挑戦できるように。でもさっきのね作品見てたら、歌舞伎の作品とか、技術はもちろんだけどセンス、その想像力というか、だからいわば彫刻師みたいなね、それぐらいの技術がないと無理でしょう。おっしゃる通りですね。手先の器用さ等々だけではなくて、やはりその頭で考える力と、いわゆる芸術性っていうのも評価される部分ではありますので、そういったことを磨くのにも、この飾りパンという部門は非常に重要な。来年の世界大会に向けてもうなんかコンセプトとかも決まってるんですか。はい、一応そのスポーツっていう命題は渡されてはいるんですけれども、それに対して各国の代表が何を作るかっていうのは実はこれ情報戦になってて、出せないようになってるんですね。先ほどの新商品会議みたいなところにもつながってくるわけなんですね。あれはもうどうなんですか。例えば1年間で何種類ぐらいのパンのこの試作品提案があって、実際そのうちの何個ぐらいが商品として陳列されるんですか。実際検討段階から入れると、もう試作品としては1個のパンを作るのにやっぱり何十回も焼くと思うんです、パン自体を。で月に最低でもやっぱり50商品ぐらいは料理なんかも含めて私には提案が入ってくるんですよね。なのでそれ以前の段階でどれぐらいのアイテムを想像してやってるのかっていうのはちょっと私も数えたことはないんですけどね。社長食べるだけやもん。それが大変なんだ。食べるのは大変なんですよ。そうですね。でも単に美味しいって僕らみたいな。無責任な喋り方できる。でまた一生懸命作ってるわけだからダメだよとかってそれもちょっとね言いにくいし。そうですね。ただやっぱり作ってる本人たちは本当に一生懸命作ってるんですけれども、そう
真正面に向かいすぎると実は本来やろうと思ってたことからそれたりするんですよね。なるほど。そういうところはやっぱり私が修正していかなきゃいけないと思ってますし、そういうところは意識して、はい、商品会議では私自身挑んでます。でやっぱりそういった技術力は今力を入れてらっしゃるレストラン経営にも当然向けていこうと思ってらっしゃるんですよね。おっしゃる通りですね。はい、今はパンにフォーカスが当たってますけれども、はい、例えば料理だったりとか一緒に召し上がっていただくドリンク、こういったところもやはり同じぐらいのマインドで挑んでいかないとお客様も満足いただけないので、そういった形でどんどんこの技術に対する思いっていうのを発展させていきたいなと。休日の東京世田谷区、ここに長い列ができていた。行列の理由は全国から名だたるパン屋が集まるイベント、パンフェス。今回神戸屋も初めて参加した。会場には桐山社長の姿も。社長の桐山と申します。そうなんですよ。ちょっと実際お客様と触れる機会ってどうしてもこの立場になるとどんどん減ってきてしまうんですよ。そういうなんか現場感みたいなのをあんまり自分がなくしたくなくって、ちょっとできる限り足を運ぶっていうのにはしてますね。はい、今回売り込んでいたのがこちら。パンとパンダ、これは一体。よかったらね、うち実は神戸屋ってパン屋なんですけど、実は全国のパン屋さんのパンを毎月お届けするサブスクサービスっていうのをやってて、そうなんですよ。パン屋がパン屋のパンを売ってるんですけど毎月パンダは神戸屋が厳選した町のパン屋とユーザーをつなぐ定額のサービスで、毎月1回全国のパン屋から各家庭にパンが届く。去年始まったばかりだが、すでに加盟店は21店、ユーザー数は北は北海道、南は沖縄にまで広がっている。桐山社長が社長就任以降進めてきた事業の一つだ。パン屋がパン屋を売る。斬新な発想にイベントの主催者も驚いたという。本当に本気で日本のパン業界を応援してるんだなっていう姿勢がなんでしょう、他にはなかなかできないことなんじゃないかなと思います。神戸屋とタッグを組んでいるパン屋はどんなところなのか。向かったのは大阪阿倍野区。23年前にオープンし、地域に愛されるパン屋として人気の店だ。神戸屋の方が熱心に誘っていただいて、間違いないいいものを全国の皆さんにお届けしたいっていうことを言われまして、熱意と意気込みに共感して参加させてもらうことにしました。焼きたてのパンを一定の時間冷まし、神戸屋が提供する特殊な袋に入れて冷凍すると、パンの味や匂いがまるで焼きたてのような状態で届けられるという。自然解凍してオーブントースターで温めると焼きたてに近い状態になります。全国のパン屋から冷凍された焼きたてパンが届く毎月パンダ。パン屋がパン屋を売る、このサービスが業界を変えるかもしれない。新製造ラインにテレビ初潜入。作っていたのは、あと出てきたらもうこういった形でもうカチコチの状態になっております。なんだこれ。ここは兵庫県内にある神戸屋の工場。ある商品を作る裏側にテレビカメラが初めて入った。その商品がこちら。餅のような、大福のような。はい。あと出てきたらもうこういった形でもうカチコチの状態になっております。
もう一回いいですか。なんかもうその正体は冷凍パン。神戸屋がおよそ15億円を投資し、今年8月に稼働を始めた新しい製造ライン。この日はあんパンを作っていた。実はこの冷凍事業は今の売り上げの半分以上を占める大黒柱。一体どのように冷凍パンが作られているのか。この中で小麦粉と材料を入れてパンの元になる生地を作っております。1回の仕込みの量で250キロを仕込んでおります。パンにしてだいたい5000個の生地が1回で作れる量になります。仕込みが終わると生地は次の工程へ。均一の大きさにカットされ流れていく。すごいなこれ。転がりながら流れることで生地は丸くなる。わざと転がしてるとか。丸くなった生地をローラーで平たく伸ばし、さらに薄く。形を整えると作業は最も重要な工程へ。ここが一番メインであるそのあんこを包むという機械になります。どんなことが中で行われてるんですか。柔らかいフィリングクリームとかも手では本当に包めないものがこの機械では包めるように大きく変わりました。このラインで作られるのはあんパンやクリームパン、カレーパンなど25種類。製造量は1時間で1万1000個。職人技を驚異的なスピードで再現することに成功した。そして作業は最終工程。冷凍庫で冷やし固められていく。ここまではもう練り上げてからは7分程度でもうここの冷凍まで工程が進みます。冷凍パンで重要なのがそのスピード。まさにパンってもう生き物なんですよね。生き物なんで成長止められないんですよね。一旦止めることができるのが冷凍技術だと思ってるんですよね。でこの冷凍技術のレベルが上がったりとか、それが当たり前になっていくことによってパン食の文化ってより豊かになっていくと思ってるんです。我々はその冷凍パンの技術、冷凍する技術っていうのにはもっともっと力を入れていかなきゃいけないなというふうに感じてますし、そのための準備っていうのを今している段階です。この冷凍技術を使い、桐山社長はすでに新たな事業を仕掛けていた。冷凍のパイ生地を使った新商品を開発。まずは5種類のアップルパイを開発し、パイだけを売り出す新業態のオープンを決めた。専門店っていう業態で出すことによって、その商品の価値によりお客さんも我々もフォーカスしてもらえるっていうのは非常に当たり前のようなことなんですけれども、我々今までやってこれなかった挑戦だと思ってるので、そこをやっぱり明確に出すっていうのが、今回意義あることなんじゃないかなというふうには思ってます。今年8月から急ピッチで進めてきた新事業。12月のオープンを目前に控え、検討も大詰めだ。最終的に出来上がりすごいいいものになってるんじゃないかなと思います。でちゃんと見た目のリンゴ感っていうのをプラスしてあるので、なんか自信持って定番のものとしていけるんじゃないかなと。第1号店は東京だが、今後は関西圏への出店も視野に入れているという。日本経済新聞の加藤記者は、総合ベーカリーがですね一つに絞っていくというのは一つこれはかなり挑戦じゃないかなと思っています。ただパイとかですねこういった手土産みたいな需要はコロナが明けてですね5類に移行があって外出が増えてきていると、お友達の家に遊びに行ったりとかですね親戚のお宅に伺うとかですねそういった移動需要が戻ってきてますので、お土産需要というのも実は戻ってきていますので、それがですねどれだけ今後そのパイマニアで取り込めるかっていうのが鍵になってくるんじゃないかなと思ってます。パイマニアお持ちいただきました。こちらですね。
ただきましょうか。いただきましょう。はあ、1918になってる。国産リンゴがぎっしり詰まったカップケーキのようなアップルパイ、実力やいかに。もう味が生き生きしてる。ここついてますよ。どうでもいい。本当生き生きしてるわ。これ1個いかほどで売るという。こちら500円以内で。500円以内で。はい。490円。490円。はい。あ、リンゴが美味しいこれ。ね。本当リンゴもの外さないですね。ありがとうございます。昔からやっぱ強いんですか、リンゴものは。そうですね。常に上位に来るのがリンゴの商品です。はい。パイマニアってバイ神戸屋とか入ってない。今回は出さないよ。入れないんですか。それもすごくないですか。それを伏せて売るんですか、パイマニアっていう。じゃ良くも悪くも神戸屋ってご認知いただいてますので、人それぞれ多分イメージがあると思うんですけれども、今回のやっぱり商品に関してはそのイメージに左右されてほしくないなっていうのもありました。なるほど。逆に。あえてやっぱり商品の価値を正面から受け取っていただきたいっていうことも含めて、関西リーダー列伝だって日経スペシャルとか使えるもんは全部使っとこうみたいなありますよね。普通ね。じゃあよほど自信があるんですね。そうですね。でもまさにおっしゃっていただいたようにアップルパイ得意なんです。そうですよね。アップルパイ得意なんですけど、お店に100種類と並んでるパンの一つとして置いてると、なかなかやっぱりフォーカスされない。ということもあってちょっと完食いただいてますね。いや完食はやけど粉まで食べるのやめてくれ。そうですね。ちょっと意地汚いおじさんだから。だって美味しいんだもん。なぜ冷凍パンに目をつけたのか。僕らパンといったら焼きたてが一番美味しいと思うんです。だからそのパンと冷凍っていう言葉がなかなか僕つながんないんですよ。これもかなりの英断だったんじゃないですか。焼きたてを最適なタイミングで提供するために冷凍が必要なんですよね。パンは生き物って表現させていただいたんですけど、一回作り出したらもう成長止まらなくなってしまうんですよ。ただここまでっていうところで冷凍しておくことによってお客様が本当に欲しいタイミングまでの時間を最短にしておく。であとは焼き上げるだけっていう状態にしておくとお客様により焼きたての状態を提供できる。そのために冷凍パンっていうのは非常に重要な商品になってくると。まさにこの第2の創業ですよね。キーワードは冷凍かもしれない。これからの100年、そして100年後どういった会社にしていきたいと思ったりしますか。そうですね。まず今のようにご認知いただいているようなブランドではあり続けたいなっていうふうには思ってるんですけれども、今我々が当たり前と思ってるこの食文化がより一層良くなることによって結果的に人々の生活の質が高まっている状態、それを神戸屋が率先して行っているっていうふうなことを胸張って言える会社になりたいなというふうには思ってるんです。この調子やったら本当なんか1年、3年、5年とねすごい変化していくというか、そこがどういうふうに伸びていくかで興味ありますよね。興味あります。では最後の質問とさせていただきます。桐山社長が考えるリーダーに必要なこととは何でしょうか。若き社長が描く神戸屋の未来、その鍵がここに。では最後の質問です。桐山社長が考えるリーダーに必要なこととは何ですか。はい、こちらです。本質と共感です。ご説明いただけますか。はい、会社やってたり、一個一個の作業やっててもそうだと思うんですけど、そっちに夢中になってしまうと本来やろうと思ってたことだったりとか本当の目的って見失っちゃったりすると思うんですけど、やっぱりそれを見失わないための舵取りっていうのをリーダー自身がしていかなきゃいけないなっていうふうに思ってます。あともう一つ、そういう本質の追求の先にそういった考えとか方針に共感してもらわなきゃいけない。この共感というのは社員だけではなくてお客様もそうなんです。社会にも共感してもらえないとやっぱり長く続く会社っていうのは、できないのかなと思いますし、リーダーにとって必要な資質だと思いますので、この2つを私は大事にしながら社長として前に進んでいければなと思ってます。素晴らしいな。
あと30年ぐらい社長できますよね、年齢的にもね、30代後半で、僕の息子であってもおかしくないぐらいの年齢差があるんですが、本当にいろんなことを教わりましたね。でまだ、入社して10年ちょっとであそこまでの大英断決断をされて、新しいその先へ物事を進めていこうっていうその新種の精神ですかは、ちょっと僕らおっさん連中もちゃんと学ばなきゃいけないなと思いますよね。でなおかつ僕秋葉原ちょいちょい行くんですけど、パイマニアですか。でゴロゴロフレッシュなリンゴがいっぱい入ってるんで、あれはいけると思いますよ。しかも神戸屋っていう名称を伏せてパイマニアだけで行くっていう、これも決断ですね。いろいろ学びました。3年後5年後の神戸屋がとても楽しみです。次回の関西リーダー列伝はノーベル賞受賞者山中伸弥が登場。iPS 細胞の研究開発もまさにこれからが勝負で iPS 細胞の実用化へ研究の最前線はどうなっている？無力感というかで、どうすればそういう患者さんに貢献できるだろうと思いまして、やっぱりそれは研究だなと。今治せない病気を将来治せるようにするのが医学研究ですから。12月24日は山中伸弥の知られざる成功秘話。この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer で、 YouTube チャンネル大阪ニュースでは全ての放送回を見ることができます。